こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味ありますか？興味があったらどこから投資をしたいですか？このチャンネルでは中高年初心者を対象とした世界の株価指数、それからコモディティ商品、金とか銀とか農業商品ですね。たまにビットコインっていった仮想通貨、いろんな商品を安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルということで考えています。概要欄の方にチャート名、証券会社貼ってありますので参考にしてください。また、銘柄、それから操作方法なんかのね、リクエスト、コメントがあると嬉しいなと思います。このチャンネル共感していいよっていう方はぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さて、もう画面があると思うんですけど、今日も高橋蘭さんから学ぶ、投資のすすめパート3になります。前回までが、長期ポートフォリオの説明。今画面でもちょうどポートフォリオ出てる。で、今日は短期、中期になります。一部仮想通貨に関しては長期の商品も紹介します。少しでも今回のことで動画を見てもらった人は関心が持ってもらえればいいなって。少量でも5000円でも例えば投資をするとその銘柄に関心が持てるんですね。で、やっぱり経済とかお金の勉強っていうのは大人の生涯学習だと思います。で、やっぱりね、世界的に見て僕日本人の学びはすごく少ないと思います。これは学生さんより特にサラリーマンと中高年ですね。本当に勉強してるのかなと思うんですよ。はい。で、これ知らないことって恐怖なんですよね。お金の件も知らないから怖い。いろんな情報があるんだけど、この情報の選択っていうのも大切です。お金儲けの観点だけではなく、自己投資ありますよね。この投資も自己投資の一環として考えてほしいなと思います。一番が、ダンさんの切り抜きから、中期ポートフォリオ商品の説明。それから、実際私の、中期長期の、短期ですね。のポートフォリオの内容。それから最後に、実際の画面、GMO クリック証券、海外取引所のバイナンス、それから MXC、それから FTX の口座の紹介。ここまでできるかわからないですけど、できるだけ皆さんにお見せして分散投資をしてるっていうこともね、表示したいなと思っています。今日もいろいろ盛りだくさんになりますけど、最後まで見てください。どうぞよろしくお願いいたします。説明の方に入っていきたいと思います。まず最初にダンさんの方の動画の切り抜きから短期投資、中期投資の特にそのコモディティ商品の説明とか、必要性についてお話をもらいたいと思います。最後のところがここのコモディティの部分ですね。先ほど言ったように5つに分かれていると思います。貴金属、金属、農業商品、エネルギーと仮想通貨です。これが一番多分皆さんのポートフォリオとか金融リテラシーで過小評価されているもの。ほとんどの人は投資に対して少し知識を持っている人たちは、株分かってる。国債分かる。はい。だけど、コモディティなんだそりゃちょっとめんどくさいと思うかもしれませんけど、ここはぜひ忘れないでください。コモディティというところは、すごく投資が必要だと思っています。もう一度見せたいと思います。ちょっとここでストップしますね。から具体的な、コモディティの必要性っていうのを、ちょっと話が難しい。特にレバレッジ効かせる。なので、例えば、コンっていう商品があったら、1000円で売っていても、10倍だと1万円分の値動きするようなレバレッジ商品がすごく多いので、手をつける人が少ない。でも、ある意味手をつけてないってことはチャンスでもあるんですよね。はい。では、続きは仮想通貨についてちょっと話をしてます。最後、コモディティの種類はやっぱりこちらは、仮想通貨ですね。仮想通貨はかなり新しい分野で、実は種類もいっぱいあります。だけど、僕が見ているこの、3、4年程度だと、
相関係数はかなり高い。つまり、ほとんど一緒に動いています。特に1週間とか1ヶ月とか1年ベースで見るとほとんど一緒にいる。だけど、時々に毎日の動きだとかなり変わっていますね。はい。例えば今日見てみると、ビットコインとかイタリアムあんまり動いてないですけど、OMG が今日 3% 程度上がっていますね。これも、多様性をしていろいろな通貨を持つのもいいかなと思います。で、できるだけ大きな通貨、ビットコイン、イタリアムだけではなく、いろんなアルトコインにも投資していいかなと思ってます。証券会社で買いときは、これは本当に交換業者とか証券会社とかいろいろ分かれていて、ちょっとストップしますね。仮想通貨、ビットコインっていうのは聞いたことあるとは思うんですけども、今、5000ぐらいアルトコインも含めてあるのかな。で、私たちが知っている中で、時価総額というか、メジャーなもの上位100銘柄ぐらいで選んだりしています。まだ取引が少ないので、今の値動きについてはみんな一緒に動いちゃってるんですよ。だから、ビットコインが下がったら、他のコインも下がったと、やっぱり短期売買になりやすい。値動き激しい。なので、長期で持つっていうのは、株とかはもう10年、15年って、持ってばいいんですけど、仮想通貨あたりはまだ歴史が5年とかなので、だからどうしても短期、中期投資の中に仮想通貨とかは入ってしまうということになる。次に私の方のね、短期、中期のポートフォリオについての説明をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは画面の方変わりまして、分散投資ということで、ポートフォリオ、株式 CFD 仮想通貨の今日は、中期投資と短期投資についてお話をしたいと思います。前回、投資の方ですけども、NISA 講座とiDeCoの講座を説明しましたので、また見てない方はね、見てもらいたいなと思います。それでは、中期投資の方ですけども、全体の資金の2割ぐらいを設定してます。で、中期としては数ヶ月から1年程度を見てトレードする講座というふうに私の方では設定をしています。で、どんなものがあるかというと、仮想通貨の現物取引とステーキング銘柄とあります。なんか変なの出てきましたけど、ステーキング銘柄っていうのは銀行で言うと定期預金みたいなものですね。そこの口座に預けておくと年利%とかで増えたりします。で、もう一個が CFD 取引の世界の株価指数。これは動画でよく出しているものですね。これ色分けをしているんですけども、青と赤と黄色になってます。これは僕が見ている中で初心者向けが青で、中級者向けが黄色で、上級者っていうか用語とか操作方法が難しいんですよ。この赤が。だから、上級者っていうのがしてます。こちらの、赤のところですけども、海外取引所を使っています。また出てきましたね。分散型取引所っていう、なんか銀行に人がいないやつですね。パンケーキスワップって名前が可愛いですけども、USDC という銘柄と BUSD っていう銘柄を取引をしています。2021年8月現在約20万円程度預けて増やしているという状態です。で、もう一個下に海外取引所バイナンスイーサリアム 2.0 リキッドスワップと書いてありますけど、これも説明難しいですけども、流動性といって、イーサリアムっていう通貨を預け、バージョンアップするときの開発料として使ってくださいよと。その代わり、両替とかするときに手数料をもらえるよっていうようなものになります。こちらの方が2021年現在だと40万円ほど入れてます。40万円もこんなわけわかんないの入れてるってね、知らない人は怖いだけですよね。はい。その次、CFD の株価指数。これは動画でも流してますけども、GMO クリック証券でベトナムとか南アフリカ、インドネシア、
今後はナスダックもいろんな銘柄も購入してトレードしていきたいなと思っています。2021年8月、現在総資産10万円ほど入れてます。今後は80万円まで増やす予定という、ちょっと遠いかなと思うんですけどね。今少しずつ買ったりとかして、現金から今は長期積み立ては別にして、こちらに少しずつお金を入れたいなと思っています。はい。次、短期の口座に行きます。短期これやらないので、さらっといきますね。やらないっていうか僕はやってるんですけど、仮想通貨レバレッジ取引先物銘柄とあります。バイナンス USDT 先物3倍、2021年8月15万円ぐらいあります。それから FTX 取引所っていう別の海外の取引所があります。こういったSRM とかソウルとか XRP とかを買ってました。仮想通貨の銘柄です。で、ここは現在今ほぼないです。この XRP の仮想通貨が上がって、ここ結構売っちゃったんですよね。日本円に変えてしまいました。それからもう一個仮想通貨の取引所で、MXC 取引所っていうのがあります。イーサリアムとその他3銘柄ほど入っています。僕は仮想通貨についてはイーサリアムをベースに持ってます。なので仮想通貨は20年。気がつきゃ100万ぐらい入ってますね。ちょっと多いと思ってます。それから、CFD 商品の、ETF 個別株商品になります。これも短期ですね。こちらの方は中国の3倍ブル。ビックス指数3倍。これ動画で扱っていると思います。レバレッジ商品がかかっているものは、基本、長期では持てないです。もう値動きが激しすぎちゃう。小さいお金で運用してる。2021年8月現在5万円程度になってます。短期の1週間以内でトレードする短期口座のね、もう一番短期ですね。CFD のコモディティ、金、銀、農業商品に IG 証券っていうので今実験をしてます。将来的には IG 証券にお金を入れていろんなものを短期トレードもしていきたいなと思います。とにかく銘柄が多いです。ニッケルって知ってます？金属のね、木材、オレンジジュース、本当にいろんなものが買えます。なんかもう、ちょっと楽しい。ただ、ロット数というか、1ロットって言うんですけど、高いんですよ。木材も、今ちょっとデモでやってるんですけど、1個買うのに20万円ぐらいするんですよね。僕も少額からやりたいので、選んでいかないといけないなと思います。それから、いつも使っている GMO クリック証券で、金、銀、大豆、コーンなどをやってます。この間大豆を売りました。1ヶ月5万円ぐらい取引をしているということになります。ということで、現在 SBI ネット銀行の方に100万円ほど入っています。給料を入れてちょっとあったら SBI ネット銀行の方に資金を移してるという感じです。では最後に実際の口座の方をお見せしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、最後に証券会社の画面の紹介をしたいと思います。いつも動画の方で出している中期、短期のコモディティ商品とか、GMO クリック証券になります。この証券コネクト口座とありまして、GMO 青空ネット銀行、要は銀行に入れておいて、このクリック証券と連動して、ここにお金の残高が出るんですね。このボタンで CFD 口座っていうところに、銀行から CFD の口座に入れると、いくらって入れて確認を押すとトレードができるようになっております。マイページのところにあります。で、ここにね、いろんな FX とかありますけど、今 CFD だけで使わせてもらってます。今買ってる銘柄は、インドネシア金ブルから中国ブル3倍からビックス指数の米国 VI ブル ETF、 それから南アフリカを買っております。もう中国と金はめちゃくちゃマイナスです。はい、次行きますね。仮想通貨バイナンスというところになります。仮想通貨に関しては資産とか見るときは携帯の方がいいですね。パソコンはトレードするときにはいいんですけど、とにかくボタンが多くて、ウォレットっていうのが財布の中身になりますね。ログインが一緒に
見せたかったんですけど、セキュリティが結構かかってるので、最初に画面を出させてもらいました。残高の方がドルですけども、4919ドルになってます。約今50万円ぐらいの残高が入ってます。で、現物としてこういうここにね、銘柄があります。1347ドル。ほとんど今 USDT っていうかドルぐらいしかないです。それからここが先物の方は最近使ってません。収益っていうところがリキッドスワップというイーサリアム 2.0 のステーキングになります。収益を押してもらって、BNB も、バイナンスもちょっとやってるんですけども、スワップっていうところを押します。DeFi ステーキングとかありますね。スワップっていうところを押します。バイナンス流動性スワップと書いてあります。これですね。イーサと BETH とあります。イーサリアムで B がついてる新しいイーサリアムっていうことだと思うんですけど、流動性というもので、今、11ドルほどもらえそうなので、すべて請求を押してみますか。はい。報酬請求ってあるので、押します。預けておいたので、ちょっと増えました。こっちが0になりますね。定期預金でちょこちょこボタン操作してもらえるっていう。バイナンスはこれくらいですね。50万入れてるので多いかなと思ってますね。次行きます。仮想通貨の MXC という取引所になります。日本語にするとね、ちょっとおかしな日本語になるんですよ。ウォレットの方ですけども、今3093ドル、30万円ちょっと入っています。内訳の方は MX がちょっと入ってて、ビットコインはもう全部なくって、イーサリアムがほとんどです。このイーサリアムは動かせれるので、何かあった時には現金に変えようかなってなってます。USDT は少しです。ここの取引所は仮想通貨をしている人は結構有名で、草コインって言って、最近上場したコインとかが買えるっていう取引所です。一時期いろんな銘柄のね、コインを買ったりしていました。今は売り払って、イーサにまとめているという状態です。はい。DeFi いきます。これパンケーキスワップと言います。仮想通貨の中で、メタマスクというウォレットが、財布があって、そこにお金を入れて、こういう分散型取引所っていう DeFi というところに、お金を預けて、収益とかをもらうという仕組みです。日本語が変です。外国の取引所です。農場というところがあって、今は USDC、BUSD というドルベースの仮想通貨をやってます。前まではいろんな銘柄やってたんですけども、仮想通貨一時期5月やばかった時があったので、一回売り払ってドルベースのものにしました。ここも収益が出てるので、ちょっとだけ押させてください。収穫っていうとこを押します。パチッと押します。ちょっとこのメタマスクっていうのが起動するんですね。メタマスクファイナンスなんとかって書いてある。なんだこれ確認。大丈夫かな？ちょっと最近いじってなかったので収穫されるかなこれで。出ましたね。あなたのケーキの収穫はあなたの財布に送られました。ここの仕組みは DeFi 専門の人がいるので YouTube 見てもらうといいと思います。ここまでたどり着くのにも結構大変だったんで。はい。今ちょっと収穫をさせてもらいました。定期預金ですね。自分で定期預金をコツコツと貯めるというところになります。はい。仮想通貨最後ですね。FTX というところになります。ここは先物取引をする、レバレッジをするのに便利な取引所でした。現在のウォレットは FTT はほとんど売ってしまったですね。ここの取引所のトークンっていうものですね。あと SRM をステーキングしていたので持ってます。これ結構上がってたので今持ち続けてますね。642ドル、6万円ぐらいありますね。あとはもう今ないです。ここで XRP っていうのを結構持ってて売っちゃったので、ということで、ここの取引所はまたいつ使うかわからないですけども、ということで中期、長期、短期の全ての講座を見たと思うんですけど、この中期と短期に関しては遊びっ
って言うとあれですけど、知識を得るために仮想通貨は一時期ここで、去年から春先まで結構稼がしてもらったので、今はちょっと様子を見させてもらってるっていう状態ですけど、流動性が高い商品なので、値動きとかも見てます。初心者向けではない今日話だったと思うんですけども、また興味があったら少しずつ私の動画でいろいろ紹介をしていくと思います。今日はどうもありがとうございました。